その光の中に映像が現れた。知っているはずのない光景だった。2026年5月、ベルギーのブリュッセル、ヒジリルカ大学病院で起きた出来事だ。手術室の白い光が天井から降り注いでいた。心臓専門医のアドリアン・ベルメイレン医師、47歳。彼は、その日も患者の命を救うために、メスを握っていた。突然、警報音が鳴り響いた。心拍数が急落。血圧がゼロに向かって落ちていく。同僚たちが叫ぶ声が、遠くなっていく。アドリアン、聞こえるか？返事はなかった。心停止。20分間、医療チームが記録した脳波は、完全にゼロだった。死亡宣告まで、あと数秒という瞬間だった。ところが、彼の意識の中では、何かが始まっていた。暗闇の中に、光があった。冷たくも暖かくもない、不思議な光だった。彼は気づいていた。自分の体が、どこか遠くにあると、痛みは、なかった。恐怖も、なかった。ただ、静寂だけがあった。光に引き寄せられるように、意識が動いた。そこに、映像があった。見たことのない場所、知らないはずの場面。しかし、確かに、そこにいるのは自分自身だった。未来の自分が、そこにいた。医師として、科学を信じて生きてきた男が、死の淵で見たものは何だったのか。そして、なぜその映像は、6ヶ月後に一つ残らず現実になったのか。次のパートでは、あの朝、手術室に倒れるまでの彼の人生を、もう一度辿っていく。ベルギー、ブリュッセル、石畳の街に、朝霧が静かに漂っていた。ピエール・バンデルベルグ、47歳、ブリュッセル大学病院に、勤める心臓専門医だった。医学部を首席で卒業し、20年以上、心臓外科の最前線に立ち続けてきた男。冷静で、論理的で、どんな緊急事態にも、動じない医師として、同僚たちから絶大な信頼を得ていた。科学が全てだと、彼は信じていた。目に見えないものは存在しない。測定できないものは意味を持たない。それが彼の揺るぎない信条だった。2026年5月。その朝も彼はいつもと変わらず病院へ向かった。妻のソフィーが今日は早いのねと声をかけた。彼は振り返り少し微笑んだだけだった。それが日常の最後の断点になるとは誰も知らなかった。手術室は午前8時に準備が整っていた。患者は62歳の男性。重篤な冠動脈疾患を抱え、緊急処置が必要な状態だった。チームは精鋭揃いで、バンデルベルグ医師がメスを握れば不安などなかった。手術は順調に進んでいた。器具の音が規則正しく響き、モニターの波形が安定を保っていた。午前10時17分、突然、警告音が鳴り響いた。モニターの波形が乱れた。次の瞬間、フラットになった。バンデルベルグ医師が崩れ落ちた。先生、誰かの叫び声が手術室に響いた。チームが瞬時に動き出した。心停止。脳波はゼロ。医師である彼自身が患者になった瞬間だった。蘇生処置が始まった。1分、2分、5分が過ぎた。それでも波形は戻らなかった。10分、15分、そして20分。医療記録には後にこう記された。脳波ゼロ状態。持続20分。臨床的死亡と判断される状態であった。と、しかし、その20分の間、バンデルベルグ医師の意識は別の場所にあった。光に引き寄せられていた。そこに映像があった。見たことのない場所、知らないはずの光景。次のパートでは、彼の意識が肉体を離れ、時間を超えた先で目撃したものを詳細に追っていく。手術室の天井が遠ざかっていった。バンデルベルグ医師は、それを
上から見ていた自分の体が体の上に横たわっている。医療チームが必死に動いている。叫び声が聞こえる。除細動器の音が響いている。なのに、痛みは何もなかった。恐怖もなかった。ただ、静かだった。信じられないほど穏やかで深い静寂の中に彼はいた。意識ははっきりしていた。むしろ、これまでの人生で最も鮮明にものを感じていた。私は死んでいる。その認識が恐怖ではなく、純粋な観察として浮かんできた。医療記録が示す通り、その時刻、彼の脳波は完全にゼロだった。心臓は止まっていた。血流は途絶えていた。意識が存在する生物学的な条件は何一つ残っていなかった。それでも彼は感じていた。考えていた。見ていた。天井のシミまで正確に認識していた。後に検証された事実として彼が語った手術室の細部は全て一致していた。担当看護師が右手に持っていた器具の種類、補助医が小声で発した言葉の内容、モニターに表示された数値の変化、脳波ゼロの状態にある人間が知ることのできない情報を彼は持ち帰っていた。そして上昇が始まった。天井を抜けた。建物を抜けた。夜のブリュッセルの空が眼下に広がった。街の灯が星のように羽ばたいていた。速度はなかった。ただ移動していた。引き寄せられるという感覚だけがあった。意志ではなく何かの流れに乗っているような感覚。光が見えた。それは光という言葉では足りないほどのものだった。白でも木でもないすべての色を内包したような存在としての輝き。その光の中に映像が現れた。見たことのない場所だった。知っているはずのない光景だった。しかし確かにそこに映っていたのは自分自身の姿だった。白衣を着ていた。笑っていた。隣に誰かがいた。建物の外観が見えた。季節は秋のようだった。映像は静止画ではなく動いていた。音もあった。匂いまで感じた。夢とは違った。記憶とも違った。それはまるで別の時間軸の窓から現実を覗いているような感覚だった。その映像が何を意味するのか、この時点ではまだわからなかった。次のパートでは意識がさらに深く引き込まれた。あの光のトンネルの先で彼が目撃した時間を超えた光景の全貌に迫っていく。意識はさらに深いところへ引き込まれていった。暗闇の中に一本の細い光が現れた。最初はほんの小さな点だった。それがゆっくりと広がっていった。まるで遠い宇宙の果てから誰かが灯りを灯したかのように。気がつくと彼の体はその光に向かって動いていた。自分で動こうとしたわけではない。引き寄せられたという方が正確だった。周囲には筒のような空間が広がっていた。壁があるわけではなかった。境界も見えなかった。ただ確かにトンネルの中にいるという感覚だけがあった。音はない。温度もない。重力さえも消えていた。それでも怖くはなかった。むしろ不思議なほど穏やかだった。光に近づくほど何かが暖かくなった。胸の奥に溶けていくような感覚だった。そして光の中に人影が見えた。一人ではなかった。複数の輪郭が柔らかな光に包まれながらそこに立っていた。彼は目を細めた。輪郭がはっきりしてきた。信じられなかった。3年前に他界した父親だった。
隣には10年以上前に行ったかつての同僚の姿もあった。二人とも穏やかに微笑んでいた。声は聞こえなかった。口も動いていなかった。それなのに言葉が伝わってきた。まだ戻らなければならない時間がある。そう感じた。音ではなく意味として直接胸に届いた。父の表情は整然と全く変わらなかった。シワもあった。白髪もあった。苦しんでいた。晩年の姿ではなかった。最も元気だった。あの頃の顔でそこにいた。彼は手を伸ばそうとした。その瞬間、光が一気に強くなった。視界が真っ白に染まった。意識が揺れた。次のパートでは白い光の先で彼が目撃したあの映像の正体と6ヶ月後に訪れる現実との一致に迫っていく。白い光が広がっていた。視界の端まで全てが白く溶けていくような感覚だった。ドクター・バンダーベルフは自分が今どこにいるのかわからなくなっていた。床も壁も天井もなかった。ただ光だけがあった。そしてその光の中に境界線が見えた。薄くかすかに、しかし確かにそこに存在する一本の線。線の手前はまだ自分がいる世界だった。線の向こうは違う何かがあった。言葉では表せないほどの静けさが漂っていた。音がない、風もない、時間が流れていないような感覚。彼はゆっくりとその線に近づいた。一歩、また一歩、足音すら聞こえなかった。近づくほどに不思議と恐怖が消えていった。代わりに深い安らぎが胸の奥から湧き上がってきた。これは死の感覚ではなかった。むしろ長い旅の末にようやく帰り着いた。そんな暖かさだった。境界線の向こうから誰かの気配がした。声ではない。言葉でもない。ただ、存在がそこにあると分かった。彼は立ち止まった。超えるべきか、超えてはならないのか、答えは誰も教えてくれなかった。その沈黙の中で、突然、映像が始まった。まるで記憶の再生のように、鮮明な場面が、次々と、まぶたの裏に映し出された。見たことのない景色、会ったことのない表情、起きたことのない出来事。それは過去ではなかった。未来の自分がそこに映っていた。手術室ではなく、別の場所に立つ自分、笑っている自分、泣いている自分、そしてある決断をしている自分の姿。映像は止まらなかった。6ヶ月分の時間が数秒の中に圧縮されて流れ続けた。医療チームが記録した脳波ゼロの状態で彼の意識は時間の外側に踏み出していた。超えるか戻るか、その判断を迫られた瞬間、彼の中で何かが決まった。次のパートではその映像の全貌と6ヶ月後に現実が一致していくあの瞬間へと迫っていくパノラマ。その言葉がふさわしかった。走馬灯という言葉を人は軽く使う。しかし彼が見たのは単なる過去の断片ではなかった。生まれた朝の光、母親の手のぬくもり、初めて医学書を開いた夜、それらが順序も時間も関係なく一斉に広がっていった。まるで一枚の巨大な絵画が意識の中で展開されるように、彼はただそれを見ていた。観客のように静かに驚くほど穏やかな気持ちで。脳波はゼロだった。医療チームのモニターは何も記録していなかった。しかし彼の中では無数の記憶が息をしていた。同僚の笑顔、初めて救った患者の目、深夜の病棟で一人飲んだ
冷めたコーヒーの味。些細な瞬間ほど鮮明だった。華やかな場面より名もない午後の光がより強く輝いていた。その時、彼は気づいた。自分が大切にしていたものと本当に大切だったものがずれていたことに、称賛でも地位でもなかった。冷めたコーヒーを飲みながら窓の外を見ていた。静かな時間、そういうものが命の重さを作っていた。パノラマは続いた。しかし次第に過去だけでなく見たことのない場面が混ざり始めた。知らない廊下、見覚えのない窓の景色、聞いたことのない声。それは未来だった。記憶ではなく、まだ起きていない現実の映像が流れ込んでいた。彼はその瞬間、恐怖を感じなかった。ただ、静かな確信が胸の中に満ちていった。これは見せられているのだ。と、理由があって示されているのだ。と、生きることを問われているのだ。と、走馬灯は過去を映すためにあるのではない。今まで生きてきた意味をもう一度自分自身に確認させるためにあるのかもしれない。彼の意識はその問いを抱えたままある選択へと向かっていた。次のパートではその選択の瞬間と期間の先に待っていた6ヶ月後の現実へと迫っていく。モニターの数値が0のままだった。20分、心臓は動いていなかった。医療チームの誰もが口を閉ざしていた。除細動器が3度目の衝撃を送った。沈黙。4度目。その瞬間、モニターがかすかに震えた。一つの波形が画面を横切った。心拍。戻ってます。誰かがそう叫んだ。手術室の空気が一瞬にして変わった。緊張から混乱へ、混乱から驚愕へ。担当看護師は後にこう語っている。あの瞬間、全員が固まりました。信じられなかった。脳波形の記録は20分間、完全な平坦線を示していた。医学的には意識が存在しない状態。それが公式の記録だった。彼は戻ってきた。まぶたがゆっくりと持ち上がった。視線が天井を捉えた瞬間、担当医は思わずその手を握った。彼の最初の言葉は問いかけだった。6ヶ月後、あの廊下は変わっていますか？誰も意味がわからなかった。しかし彼は確かな目でもう一度繰り返した。病院の記録にはこの発言が明記されている。蘇生直後の意識混濁状態ではなく、明晰な言語による具体的な発言として、主治医のルシア・バンデンベルク博士は、その夜の診察メモにこう記した。患者は落ち着いていた。恐怖の色はなかった。まるで長い旅から帰ってきたような顔をしていた。ICU に移送された後も、彼の様子は周囲の予測を超えていた。通常、心停止20分後に蘇生した患者は、重篤な脳障害を伴う。しかし彼の認知機能は、驚くほど正常だった。神経内科の精密検査でも、異常は見当たらなかった。医療チームは、この事実を説明不能と記録した。その言葉が、全てを物語っていた。彼が死の淵で見たもの。それは、幻覚でも、夢でも、なかった。確かに、存在した何かだった。帰還から6ヶ月後、彼が見た光景は、一つずつ、現実へと姿を変え始める。次のパートでは、その変化の記録と、彼自身が語った、時間を超えた目撃の全貌へと、迫っていく。帰還した後、彼は、別人になっていた。変わったのは、性格や考え方だけでは、なかった。その存在そのものが、静かに、しかし確実に、変容していた。臨死体験の前、彼は典型的な外科医だった。効率を優先し、感情を切り離し、データと数値を信頼した。それが、
彼の意志としての強さだった。ところが、帰還後の彼は、全く異なる人間として、病院の廊下を歩いていた。患者の手を長く握るようになった。処置の前に目を合わせる時間が明らかに増えた。同僚たちは最初戸惑いを隠せなかった。あの人が変わってしまった。と小声で囁く者もいた。批判ではなかった。ただ誰もがその変化の深さを正確には言語化できなかった。家族の反応はさらに複雑だった。妻は当初こそ安堵した。夫が死の淵から戻ってきたのだから。しかし、日々が重なるうちに彼女は気づいた。帰ってきた夫は以前の夫とはどこか違う。優しさは増していた。それは確かだった。以前は見せなかった。涙も流すようになった。夕暮れを眺めながら何かを考え込む姿が触れた。娘は言った。パパはどこか遠くをずっと見ている気がする。と、彼自身もその変化を否定しなかった。死の中で見た光景が自分の細胞の奥深くに刻まれているような感覚だと、後にインタビューで語った。消えない記憶ではなく、消えない実感として身体に宿っている。と、医療チームの一人は記録に書き添えた。この患者は臨床的には完全に回復した。しかし、心理的プロファイルは以前とは明らかに別人である。と、それは医学的所見であり、同時に一つの証言でもあった。20分間、脳波がゼロを示した人間が、そこから戻ってきたとき、何かを持ち帰った。見えないが、確かに存在する何かを、この変化は、果たして神経科学で説明できるのだろうか。次のパートでは、科学と霊性、その2つの視点が正面からぶつかり合う。科学と霊性、この2つは長い時間をかけて互いに距離を置いてきた。一方は測定できるものだけを信じ、他方は数値では映らぬものを語る。しかし今、この事例の前に立つとき、その境界線が静かに揺れ始める。神経科学の立場から言えば、臨死体験とは酸素不足に陥った脳が崩壊する過程で生み出す一種の幻覚だとされてきた。側頭葉への刺激が光のトンネルを作り出す。ドーパミンの放出が安らぎの感覚を生む。記憶の断点が走馬灯のように再構成される。それが長年の医学的な解釈だった。合理的であり、整合性もある。ところが、この事例には、その説明が届かない部分がある。脳波がゼロを示した状態、つまり脳の活動が完全に停止していた。あの20分間のことだ。幻覚を生み出すはずの脳が機能していなかった。電気信号がなかった。処理する期間がなかった。それでも彼は何かを見ていた。そしてその光景は6ヶ月後に現実として起きた。霊性の側から見れば、これは意識が肉体の外に存在できることの証明だと語られる。魂は脳ではなく、より深い何かに宿っており、肉体が止まっても消えることなく続く。時間という概念すら超えて、未来を知覚できる存在として、人間の本質を捉え直す。どちらの言葉も完全には否定できない。そして、最も誠実な科学者たちは、今、こう言い始めている。我々はまだ、意識が何であるかを知らない。と、測れないものが存在しないことにはならない。証明できないものが起きていないことにはならない。ベルギーの医師が持ち帰ったもの、それは問いそのものだ。科学では測れないが、無視することも、もはやできない何かが、この世界に存在する。という問いが、そしてその問いの先に、この体験が本当に伝えようとしている、もう一つのメッセージが、静かに待っている。彼は今、こう語る。死の中で見たものが、何であれ、自分はあの時間に、確かに何かを受け取った。と、それは恐怖ではなかった。
怒りでも、悲しみでもなかった。言葉にするなら、静けさだった。終わりのない、深い、静けさ。そしてその静けさの中で、彼は初めて気づいた。自分が毎日どれほど、急いでいたかを、患者の顔を見ずに、数値だけを追っていた日々を、大切な人に、ありがとう、を言えなかった。無数の朝を、脳波がゼロを示した。あの20分間、医療の記録上は、彼は存在していなかった。意識もなく、心拍もなく、呼吸もなかった。なのに彼は、6ヶ月先の自分を、見ていた。それが幻であれ、神経の誤作動であれ、本当に時間を超えた何かであれ、彼が見たものは、現実になった。それだけは、動かしようのない事実だ。彼は言う。あの体験が私に教えたのは、未来の予言ではない。と、今、この瞬間を、どう生きるか、だと、なぜなら未来は、今日の積み重ねの先にある。死の淵で見た景色は、彼に選択を迫った。戻ってきた命で、何をするのか、と、あなたはどうだろう。もし今夜、20分だけ、立ち止まれるとしたら、急いで閉じようとしていた扉を、もう一度だけ開けてみたら、見えるものが、あるかもしれない。測れないが、確かにそこにある何かが、ベルギーの医師が持ち帰った問いは、彼一人のものではない。それはきっと、あなたへの問いでもある。